皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今聖地で浄化をしております。さて早いもので8月の第1週のウィークリーとなりました。早いですね。今日は8月の1日から8月の7日までのウィークリー見ていきたいと思います。今週は何といってもライオンズゲート、それが、起こる日になるので、宇宙とのね入り口がこう開かれるよという時期なので、非常にそういう意味ではこの7日前後、から大きな流れになっていくかなというそういう感じです。はい、今日選んでいただきたいのは左から一番左のグリーンのカード、もしくは真ん中のブルーのカード、一番右のブラックのカード、それぞれからお選びください。その下にあるルノルマンカードから選んでいただいても大丈夫です。一番左グリーンが1番、真ん中のブルーが2番、そして一番右のブラックが3番となっております。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の方お待たせしました。今ルノルマンカードを36枚出しております。さてあなたのカードはねここにいます。そしてあなたに意中のあの人がいるのであれば、あの人はここにいる状態ですね。皆さんがね、皆さんそうではないかもしれないんですけれども、まずねお二人がねきちんと向かい合っている状況で、そして中心にあるカードが本になっていますので、もしかするとお二人は複雑な恋愛中なのかなっていう感じがするんですよね。本の上に月も出ているので、お二人は恋愛中、恋愛中であんまり人になかなか言えない恋とか隠してる恋という人もいるかもしれません。はい、そしてあの人なんですけれども、今まで少しねストレスが溜まっていた状態だったかもしれないんですけれども、気持ちがねようやく前向きに明るくなってきてるなっていうところ、はい、そこはすごく良かったです。そしてあなた自身が何か今旅行に行きたいとか環境を変えたいとか、そういうことを望んでらっしゃるのかな。実際にね旅行に行く人なんかもねいるかもしれないというふうに出ていて、はい、なんかお二人の状況をいいんじゃないでしょうか。なんか間にあるカードがね、穏やかなカードが多いです。連絡が取れているとか会えている、絶賛恋愛中みたいな、そういうカードが出ています。もしあなたが片思い中であれば、あの人は、あなたとデートしたいなとかですね、そういうあなたに対しての恋愛感情を持っているんじゃないかなと、そういうふうに思いますし、恋愛中の方はラブラブの状態が続いていきそうです。そして復縁を望んでいる方、これあの人に連絡してみていいんじゃないかな。いい返事が来るとか、そういう感じがいたします。そして出会いを求めている方、なんか最近出会いあったんじゃないでしょうか。もしかするとやや経済的に少し不安定な部分があるお相手様かもしれないんですけれども、最近出会いがあったよっていう風に出ています。もしまた後ほどカードが出ましたら
お伝えしたいと思っています。じゃあまずファースト3カードからねこう見ていきます。そしてラスト4カード、これでね今週の流れをまず見ていくんですけれども、なんか友達、友人関係、そこに大きな変化が生まれるような気がします。懐かしい再会とかも含めて、あなたのプライベート、プライベートだけじゃないな、仕事のチームっていう意味もあるんですけれども、なんか大きな変化、懐かしい再会、そういうものが出ているような気がします。そして今週のね後半になると、あなた自身が仕事の疲れが出てきそうですね。いろいろ忙しくなっていて、あなた自身の疲れとか免疫力とかが低下する可能性もあると出てるので、そのあたりもぜひしっかり休養を取りながら過ごしてみてください。そして今回4つのカードを見ていると、なんか懐かしいところにあなたが旅をするとか、一度過去に訪れたことがあるとか、あとは前世ですかね、なんか前世で住んだことがあるところに行く人もいるかもしれません。そしてあなた自身が何か夢がある、何か頑張りたいことがあるのであれば、なんか今週ねあなたにとってやろうという決心、それが出てくるのかな。迷っていたんだけれども、やっぱり頑張りたいっていう、そういう流れになっていくような気がします。はい、じゃあね恋愛のことから再度見ていきたいと思うんですけれども、今の、状況、今週の状況を見ていると、なんかいい感じがします。ただこのね過去の流れを見ていると、あなた自身がとても寂しかったり、なんかこの恋の障害、なんかいつまで頑張ればいいのみたいな、そういうものがあって、少し辛かったかな、そういうふうに思います。でも今週はやっぱりラブラブ、ハートと花束が出ているので、とても素敵なデート、プレゼント、愛の告白、そういうものがある感じがいたします。で、今週の流れを見ると、これセクシャルな部分かな、ちょっとね SM チックな感じだったりとか、人によってはなんか求めるタイミングが合わないとか、そういうことも考えられるし、なんか SM チックな感じで楽しめるっていう、なんかねどちらにも取れるんですよね。でもお二人がねこれだけラブラブなので、このセクシャルな部分もちょっとハードな感じで責められるみたいな感じで楽しい時間を過ごせるのかなっていうふうに思います。今までの流れからするとね、とても幸せ、幸せ大絶好中みたいな、絶好調中みたいな、そんな感じがしています。じゃあ仕事のこと見ていきます。仕事のことは自営業、アルバイトパートの方と会社員の方と分けて見ていきます。まずあなたが、ここのカード、船のカードです。あなたが自営業、アルバイトパートの方であれば、今までねちょっとこれね辛かったですね。なんか出費が多かったりとか、思うようにシフトに入れなかったりとか、なんかストレスとか疲れっていうのがとても出てきていたような、そういう感じがします。でも今週っていうのはあなたにとって嬉しい、助っ人とか嬉しい知らせとか、もしかすると年下の、お客さんも含め、なんか新しくアルバイトに入る人とか、何かあなたの中で忙しくなる、人の世話をするとか、年下とか、なんか新しい風が吹くっていう、そういう感じが出ているので、
今までに比べるとなんかこうやりがいがある、そういう感じになっていくかと思います。はい、そしてあなたが会社員、サラリーマンの方であればこちらのカードを見ているんですけれども、そっか、今までの流れはね良かったんですよ。人間関係とかもねとても楽しくって居心地がいい、なんか明るい、やりがいのある職場っていう風な形が出てるんですけれども、もしかしたら今週例えば会社でコロナが出るとか、あなた自身がちょっとこう疲れてしまうとか、そういう感じであなたの健康面がやや心配かなという感じがします。そして今週の流れを見てると、あなたのねなんか寂しいなとか、なんとなく疎外感があるなとか、そういうものを感じやすい1週間になるかもしれません。でも過去にこれだけ良かったので、なんかこう病気とかですね、あとはこう早めに夏休みを取る人がいたりとか、こうそういうところでなんかあれ人が少ないなとか、そういうことを感じてしまう可能性があるのかなと。こう大きなねトラブルっていうのはね見えないんですよね。ただあなたがなんかこう孤独感とか寂しく感じるっていうところはカードに出ているかなっていう感じがします。もしかするとあなたにとってあの人が同じ会社にいたりして、そうするとあれ今日休みなんだとかね、そういうことがあるのかな。でとにかく私が今一番気になったのはあなたの健康面です。健康面、とにかく暑さに負けずに、しっかり寝て、そして、冷えかな、案外ねオフィスってねクーラーが効きすぎているところとかもあるので、この冷えなどに気をつけて過ごしてみてください。そして今週の金運なんですけれども、使っちゃうそっか、ご実家に帰る人とか、なんかねこう帰省なんかも含めて、もしかしたらお小遣いをあげる人とかもねいるかもしれないんですけれども、なんかこう家関係でお金を使っちゃうって出てるので、例えば実家に帰る方、もしくはあとはこう家の中で少し大きなお買い物をする方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、あなたの金運、はい、とてもいいです。なんかこうラッキーなことがあるって出てるんですよね。なのでこうちょっとしたプレゼントとか、なんかちょっとした例えばナンバーズが例えば当たったり、宝くじが当たったりとか、プレゼントをもらえたりとか、おごってもらえたりとか、そういうこう嬉しいこともたくさんあるよっていうこと出ているので、なんかそう考えたら、プラマイこれはプラスと取っていいのかなという、そういう感じがしています。はい、そして今週の赤ちゃんのことを見ていくんですけれども、コウノトリと子供のカードがあなたとご主人の間にいます。あらこれは素敵。こう赤ちゃんがすごく勉強家の子勉強が好きな子なのかな。イメージで言ったら私今週はなんかね女の子っていう感じがするんですよね。そしてあのパパさんにもママさんにももうなんかねすごくこう近くにいるので、はい、今週はもうこれはかなり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 可能性が来てくれる可能性が高いんじゃないかということを、思っています。なんかご主人とあなたと、ね、赤ちゃんとこうきちんとこう会話ができている、こうお二人が思っていることが赤ちゃんにも通じているのかなみたいな、そういうものが見えてきました。他何か伝えれることあるかな。太陽星、そうですね。なんかこうあなたのこう人間関係がいろいろ変化があるかもしれないけれども、なんかより素敵な、またこう会社も含めてそうなんですけれども、
人とのつながりが広がっていくよっていうこと、これをカードが教えてくれているような気がします。じゃあ今から月火水木金土日でタロットとルー文字と一緒に1週間の流れ深掘りしていきたいと思います。はい、じゃあ1番の方、こちらルノルマンカードにルーン文字とタロットを使って1週間を深掘りしていきたいと思います。まず、今週の流れというのがやっぱりこの棺桶のカードから、棺桶っていうと少し暗いイメージがあります。そこの部分からいわゆる明るいところにね行くっていう流れが出ているんですね。はい、そしてまずじゃあ月曜日からお伝えするんですけれども、少し仕事のこととかでやや落ち込んでしまうことがあるかもしれません。ここにね、皇帝というカードが出てるんですけれども、お羊座を表します。あなたが何かやろうとしてたことが例えば保留になってしまったりとか、あなたがリーダーとして何かしようと思ってたことが今はまだ動けなかったりっていう感じがあるので、この月曜日に関してはどちらかというとあなたのリーダーシップを出すっていうよりは、この時は少し受け身でいる、そちらの方がいいかなっていう感じがしました。まずこれが月曜日。そして火曜日なんですけれども、友達関係、会社のチーム関係、チームワーク、とてもいいと出ています。あなたがリーダーとなって何かするとか、飲み会をするとかすごく良さそうな感じです。とにかく人間関係がいいです。はい、そして水曜日なんですけれども、はい、これはご両親もしくはあなたの上司、との関係が平和というふうに出ています。何かね問題があるとかじゃなくって平和に過ごすことができるよというのが水曜日。そして木曜日、ここはね少し気をつけていただきたいなと思います。戦車のカードと無知が出ているんですけれども、スピードの出しすぎとか、あとは警察でネズミ捕りですかね、そういうのに例えば捕まるとか、スピードの出しすぎとか、そういうことに気をつけること、あと車とかバイクとか自転車、交通機関っていう意味もあるんですけれども、遅延とかそういう可能性もあるので、余裕を持ってこの木曜日は過ごしてみてください。あと家族内の喧嘩なども要注意というふうに出ています。そして金曜日、何か色っぽい出会いなんかがあるような感じがいたします。着飾ってあなたがいろいろ行くことによってなんか危険な香りがする人との出会いがあるかもしれません。ここでね、そうだな、ちょっとね危ない恋の予感っていうのもあるんですけれども、何か、ハプニングあるのかなっていう感じが金曜日です。そして土曜日がですね、ワンドのキングとネズミが出ているので、あなた自身ちょっと発熱とか頭痛とか、そういう頭系の病気とかに気をつけてください。熱がね出やすい日になるかもしれません。あとは土曜日、少しお金を使いやすいこともあるかもしれないので、それもお気をつけください。そして日曜日なんですけれども、はい、ここねワンドの7と船、あなたが何かね頑張りたいということに対して、
こう自分の進路を決めていくのかなっていう感じがします。あなたの勇気を応援するということをお伝えしたいです。ここのねルー文字の流れを見ていると、なんか今までがね少しやっぱり辛かったって出てるんです。なかなか動けなくて、こう心も体も辛かった、それが出ているんですけれども、でもあなたにとってこう金銭的なものとか、こう形としてあなたに幸せがやってくるというふうに出ていて、そしてアドバイスがとにかく炎のカードが出ているので、こうやりたいことをぜひやってみてねっていう、そういうアドバイスが出ています。じゃあ最後に1枚ユニコーンさんからのメッセージをもらいましょう。はい、こちらフリーダムのカードが出ました。はい、あなたにとって今週やっぱりこうやりたいことを自由に、あなたが思うままにやってみていいんだよと、こう何かをこう犠牲にするとか我慢するとかではなく、あなた自身が自由にのびのびとなれるようにやってみてねという、そういうアドバイスが出ています。ちょっとね月曜日だけは少し押さえつけた方がいいかな、我慢した方がいいかなとは出たんですけれども、それ以外は良さそうな感じです。はい、これが1番の方へのリーディングです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。はい、2番の方お待たせしております。さてこちらねルノルマンカードを今出しています。あなたのカードはここ、あの人のカードはここに出ていて、花というカードで結ばれています。幸せそうです。なんかね確かにこう過去を見てるとお二人がね一旦離れたことがあるのかなとか、複雑な恋愛だったりとか、なかなかあなた自身かな過去思ってることを全部言えなくて、少しこう辛い部分とか孤独を感じてた部分があるのかなって思ったんだけれども、今はなんかこう本当お互いに素直な関係で、なんかお互いに愛情をしっかり持ってるみたいな、そういうものが見えています。見えている。だからねとてもね幸せそうだなと、そういうふうにまず思いました。そしてここのね恋愛のところを見ても、ハートの横に蛇があるんですよね。蛇がいるんだけれども、その上に百合が出ているので、蛇は百合の香りが苦手なんですよね。なのであなたの恋愛において、今まで例えばこういう他の異性の関係とかでこうあなたがこう寂しい思いをしたりとか、なかなか素直な思いを言えなかったりしたのであれば、この蛇っていう存在が弱まってくるんですよ。随分ねこの人にあなたが悩んでいたのかなっていう気がするんですよね。でも、うん、でもなんかこうそういう喧嘩とか言い争いとかそういうのもなくなってくるんじゃないかな。そしてあなたの中の不安とかね、そういうものも徐々に消えていて、こう2人の関係がなんかこう周りの人にもこう認められるとか、なんかこう素敵なねこう夜のデート、それがねできるのかなとか、今週の流れはやっぱりこういいような感じがします。で一個気になるのが、あなたのこれは健康面かな。なんか何か、こう例えば事故とかねアクシデントとか
そういうのも気をつけていただきたい。そこかな。そこさえ気をつけたら大丈夫かな。あと無理にあなたが何か白黒をつけようとか、あとは無理なダイエットとか、しなくていいからねというふうに出ています。じゃあ今週の流れ、最初の3カード、ラスト4カードから見ていきたいんですけれども、これ恋かな。恋がやっぱり動いていく。あとは旅行に行く方なんかもねいるのかもしれません。そうですね、旅行、引っ越し、そういうのもあるかなっていう風に出ていて、なんかボランティア、自己犠牲、なんかそういうものも出ていて、あなた自身が何か、だからそういうボランティアとかも含めて何かしようとしてるんですかね。そういう話が入ってきたとか、そういう情報を求めているとか、そういう風にも見えました。あとは年上の人っていう意味もあるので、もしかしたら例えばご両親とか、例えばおじいちゃんおばあちゃんの施設を探しているとか、そういうことも考えられるのかな。そしてですね、はい、今週はなんか今まで途絶えていた道が再び復活するとか、なんかしばらく連絡を取ってなかった友達とか、もしくは音信不通のあの人と連絡が取れる、そういう可能性もあるかなというふうに出ているので、なんか今週というのはなんか大きな、そうですね、ちょっと復活、復活の意味合いが強いかなっていうふうに思っています。なんか遠くの友達に会いに行くとか、会いに来るとか、そういうのも出ていますし、両親とかね、お母様との縁が今週はね強くなるのかなっていう、そういう感じがしています。さて、じゃあ今週のもう一回ね、恋愛運なんだけれども、そうなんですよ。なんかね、この辛い状況というか、辛い恋の状況が終わって、なんかね、あなたの願いが叶うような幸せな方向に行きそうで、もし出会いを求めている方、なんか夜の飲み会とか夜のなんかお食事会とかパーティーとか、そういうものの時に、出会いが、ありそうですよ。ありそう。そして恋愛中の人は、やっぱりなんかね、幸せな方向に行きそうだし、そして復活愛を求めている方はね、ここの流れがあるし、あなたの希望が叶うって出てるので、やっぱり可能性あるかな、そういうふうに思います。そしてお仕事、はい、サラリーマンの方、ごめんなさい、自営業、アルバイト、パートの方とサラリーマンの方、分けて見ていきます。まず自営業、アルバイト、パートの方、なかなかしばらくこれ辛かったですね。ライバルの方が強かったとか優位だったとか、そのお店とか会社の中の人間関係であなた自身が少し苦労してたのかなっていうふうに思います。でも今週というのはなんかあなたが苦手な人とかあなたのライバルっていうのが弱まってくるんですよね。百合の香りが苦手なので。そういう意味であなたはようやく
こう一歩でも二歩でも前に進んでいくことができるような、そういう感じがするのが、まず自営業、アルバイト、パートの方かな。そして会社員、サラリーマンの方を見ていると、なんかあなたのところに何か新しいニュースがやってきたとかやってくるっていうふうに出ていて、もしあなたがね、例えば転職をしたいとか思ってらっしゃるのであれば、なんかそういう情報が来て、もしかしたら実際に動く人なんかもいるかもしれません。旅立ちっていう風な大きな変化、そういうものが出ているような感じです。そして、今週の流れなんですけれども、まだね、会社が休みになるっていう感じはしないんだけれども、でも夏休みがね、今週からやっぱり始まっていく人も多いのかなっていう感じがするんですよね。なんかグループとかそういう部署とかで休みとか、そういう感じの、流れが出ているような気がする。もしかするとね、これはなんかあなた自身が今週旅行っていう意味合いがすごく強いので、会社をね、今週は休んで旅行に行くっていう方もいるのかもしれません。はい、そして今週の金運を見ていますと、はい、今カードを探してます。はい、今週の金運。はい、今までは、なかなか辛かった、案外衝動買い的なものがね多かったのかなって気がするんですけれども、今週は人との集まりとか、そういう生きたお金をね使っていけそうな気がします。そしてもし使ったとしても、今週のあなたは非常に黒字傾向、それがとても強いようです。そしてはい、今からね、赤ちゃんのことを見ていきます。コウノトリとね、赤ちゃん、子供のカードがここに出ていて、これは、はい、なんかご主人とあなたにもね、近いですし、まず何といっても今週はあなたとご主人がね、とても仲がいいような感じがしていて、だから赤ちゃんもなんていうのかな、パパとママが仲いいんだみたいな感じで喜んでくれているような、そういう感じがするんですよね。そして、あなたの声が赤ちゃんにきちんと届いているような気もするので、声とか、あと実際に赤ちゃんに手紙をね書いてあげてもいいのかなみたいな、そういう感じもしています。そしてなんか赤ちゃんが勇気を持って、なんかもう一回頑張りたいっていう、そういう意味合いがね強いのかなっていう感じがするので、パパさんとママさんが仲がいいから、なんか、女の子かな、なんか私たちも頑張るよみたいな、そういうメッセージが今日は降りてきたような感じです。ソウルメイトで見ていただいている方は、なんかね、太陽と月も一緒に出ていて、なんかすごいですね、カードがね。なのでこのお相手様、ソウルメイトのお相手様っていうのは前世からのご縁を感じていて、やっぱり頑張りたいんだ、あなたと頑張りたいんだっていう、そういう諦めていない強い気持ちが見えたような感じです。じゃあ今から月火水木金土日で流れをタロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の皆様、こちらにルーン文字とあとタロットも合わせて出しております。
ですね、うーん、うん、まずやっぱり考えられる1週間の流れなんですけれども、月曜日、あなたが方向を新しく変えていくっていう風な感じがするんです。過去に決着をつけて新しい道を進むという風に出ているのが月曜日です。あなたが舵を取って自分の行きたい方向とか行きたい夢に向かって頑張っていくのかなっていう、そういう人生の大きな選択、そういう感じがするのが月曜日です。そして火曜日、はい、とてもラブラブなカードが出ています。ユリとラバーズ、素敵なデート、年上の人との出会い。これね、連絡彗星っていう意味もあるので、連絡がようやく来るとか、嬉しい告白、そういう恋愛に関してとてもとても嬉しいのが火曜日です。そして水曜日、これは仕事のことでしょうか。仕事のことで嬉しいメッセージがやってくるよというふうに出ています。何か金運、そういうことでも、何かあなたにとって嬉しいって思えるようなことが、そういう情報が入ってくる可能性もあります。そして木曜日なんですけれども、木曜日、棺桶とソードの2が出ているので、無理しないでねっていうふうに出ています。なんかゆっくり休んでほしいなっていう、そういう一日、それが木曜日です。なんか心をとにかく穏やかに平和に過ごしていきたいなっていう感じ。そして金曜日なんですけれども、仕事のこと、もしくはあの人との道がつながっていくというふうに出ています。あなたが例えばあの人と連絡が取れるとか、あの人に会える、あとは仕事のことでようやく頑張ってみようっていうあなたの選択ができるのかなっていう感じがしているので、仕事やあの人と道がつながる、それが金曜日です。そして土曜日、コインの6とクローバーが出ていますので、まず土曜日はラッキーな一日になります。そしてこの日は、あのギブアンドテイクをしてあげましょうとか、もしあなたに余裕があったら、例えば寄付とかね、そういうことをしてあげようっていうカードが出ているので、なんかそういう街頭に立っている方とか、もしいらっしゃるのであれば、そういうあなたの善意の気持ちを表してあげてもいいかもしれません。そして日曜日、友達とコインのエースのカードが出ていて、友達運がものすごくいいというのが日曜日です。でそれプラス友達から恋人に変化していく、成長していく可能性があるというのも考えられます。なのでこの流れを見てると、とてもね、大きな変化が今週あっていくのかなっていう感じです。でそしてこのルーン文字を見ていても、今まであなたがやってきたこと、なんかそのね努力っていうのがここでやっぱり報われていく。ここでね、ティールという、これもねすごく情熱のカードが出ています。そしてアドバイスが、あなたが今までやりたいと思っていたことに対してもう一回見つめ直すことがいいと出ているので、それがおそらく、月曜日とか金曜日ですね、金曜日になんかつながってくるのかなっていう感じがします。あなた自身がやりたいと思っていること、ぜひ恋愛でも仕事でも頑張っていただきたいんだけれども、一度あなたのあなたを
もう一回冷静に見つめ直してから行動することがよりおすすめだよというふうに出ています。じゃあ最後にね、こちらアドバイスを聞いていきましょう。はい、じゃあ出たカードがこちらです。はい、ナチュラル、ナチュレ。はい、こちらからのねメッセージをあなたにお伝えいたします。あなたは自然体でいいんだよと。そして今週は森とか公園とかそういう自然があるところに行ってみてと。あなたの細胞が、あなたのチャクラが、特にこのね第4チャクラ、ハートチャクラが喜んで、あなたのこのどうしたらいいか、どう決断したらいいかっていうことが分かるよっていうことを言ってくれているような気がします。そして今週のラッキーカラーは、これはねグリーンということであなたにお伝えしたいです。とにかく着飾るとか自分を偽るとかそういうのではなく、ただただ素直にあなたは自然でいてくださいという、こういうメッセージが降りてきています。はい、これが2番のあなたへのメッセージです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。はい、3番の方お待たせしております。まずあなたがここにいます。そしてあの人、意中のあの人はここにいます。お二人の距離は少しだけね離れてはいるんですけれども、案外ねポジティブなカードは多いんですよ。でもし例えばあなたとあの人が最近会えてないとか連絡が取れてないとか、もしそういう方がいたら、あの人があなたがね、あなたが何か遠くからのメッセージ、手紙、連絡を受け取るというふうに出ているので、今週何かね状況が動くというか、何かねあの人から動いてくるんじゃないかなっていう、そういうものを感じています。そしてあなたの今の状況を見ていると、最近体調少し悪かったんですかね。なんか少し寝込んでいたとかね、体調があんまり良くなかったとか、無理をしなかったとか、そういう感じが見えます。でも体も含めて随分元気になっているのかなっていう感じと、あと今週何かあなたの解決、解決の方法がわかる、そういうふうに出ているので、音信不通とか復縁で望んでる方とかは何かチャンスというかね、きっかけがやってくるのかなっていう感じがしていて、仕事でも恋愛でも出会いでもなんか嬉しい方向に物事が動く予感、そういうものがまずありますね。はい、ファースト3カードとラスト4カードから今週の流れをお伝えしたいんですけれども、やっぱりねあの人のカードが出ているので、あの人からやっぱり嬉しい連絡とかあるんじゃないかな。あの人が今まで少しね元気がなかったような気がするんですよ。いろんな問題を抱えているというか、そういうものがあったんだけれども、あの人自身も元気になっていくような、そういう部分も見えています。
なのであの人から何か、連絡があるとか、嬉しい知らせがあるとか、なんか家に帰ってくるとかねなんか家デートができるとか、なんかこうそういう感じがねまず出ていて、そして後半はそうですね、あなた自身が旅行にね行く人もいるかもしれないんですけれども、こう下調べとかはしてた方がいいよっていうふうに出ていますね。こう何らかのアクシデントではないんですけれども、あのなんかこうバタバタと、なんだろうなこれ、例えばホームが変わるとか、なんか時間の変更があるとか、そういう可能性があるかもしれませんので、時間に余裕を持ちながらいろいろ、もしこうだったらどうしようみたいな形で調べとくのも、一つの方法かなというふうに今思っております。じゃあ恋愛の流れからね見ていきますね。恋愛の流れ、そうですね。ライバルがいるとか、複雑な恋の人もいるかもしれませんね。いるかもしれない。いるかもしれないんだけれども、うん、いるかもしれないんだけれども、うん、なんか今週あなたとお相手様の絆がこれ強くなるんじゃないかな。うん、そんな感じがしますね。で、ここに蛇とかね、山っていうカードも出ているので、こうお二人の恋はこう問題が何もないっていうよりも、何らかの問題はもしかしたらあるかもしれない。なんかこうスムーズに、なんかこうなかなかいけなくて、障害があってとか、時間がかかってとか、そういうことはこれからも起こり得るかもしれない。でもあなたとお相手様のこのね、コミュニケーションとか、お互いをこう信頼する気持ち、そこはすごく強いです。でもしかしたらあの人がなんか子供を欲しいと思っているのか、なんか結婚願望がねなんか出てきているのかっていう、そういう感じもするんですよね。そういう感じもして、なんかここがね、なんかねあなたとね何らかのこう動きがねあったらいいなと思いながらも見ています。はい、そしてね、4つの隅のカードにも意味があると言われていて、今週こう家の中か、なんか家の中で、例えばこう家の中の修理とか、水道の修理とか、こうそういうことにお金を使う可能性もあるかもしれません。あとは戸締まりとかもきちんと要注意しといてくださいね。そしてこれは仕事のことかな。何かお金のこと、仕事のことであなたに情報が来ますよっていう風な感じなので、もしかしたらこんな仕事ありますよみたいな形でのあなたへのオファーとか、そういう可能性、もしくは副業とかね、そういう可能性もあるのかなっていうふうに見ています。はい、じゃあもう一度ちょっとね恋愛のところで、出会いを求めている方、どうでしょう。なんかね年下の人との出会いが最近あったのか、もしくは近いうちにあるのかなっていうふうに出ています。あなたから見た年下の人かな。まずそういうのが出ていて、で片思い中の方、あの人との距離が縮まっていくような気がします。そして恋愛中の方、なんかあの人はねなんか悩んでたような部分があるんだけれども、こうあなたに対してこう心が決まるような、そういう感じがします。で複雑な恋愛の方、確かにねいろいろな問題
あるかもしれないけれども、あなたとお相手様のねご縁っていうのが本当に人間対人間のつながり、そこがとても強くなると出ているので、ライバルのこと、奥さんのことを必要以上に気にしなくて大丈夫かなっていう感じです。はい、じゃあ次はですね、お仕事のことを見ていきます。自営業、アルバイト、パートの方と会社員の方と分けて見ていきます。まずあなたが、ご自分で仕事をしているアルバイト、パートの方からじゃあ見ていきましょう。そうですね、最近少し静かだったんでしょうか。お客さんが少し例えば減ったりとか、あなた自身の働く時間が少し減ったりとか、そういう感じがするんですね。でもこれからは忙しくなるというふうに出ています。この忙しさがかなりてんてこまいになる忙しさっていうのもあるかもしれません。働く時間が長くなったりとか、とても忙しくなったり、忙しくなるのはねすごくね嬉しいんだけれども、かなりあなたの体力も奪われたり、何かしなくちゃならないことに追われる可能性が多くなるのかなっていうのが、まず今週自営業、アルバイト、パートの方として出ています。じゃあ次は会社員の方、サラリーマンの方で見ていきましょう。はい、いいですね。はい、最近なんかね年下の人が例えば入ってきたりとか、あなた自身が何か新しいことを始めたり、そういう転職をした人とかもいるかもしれません。そしてですね、人間関係がすごくね穏やかそうなんですよね。そして職場がなんか皆様なんかおしゃれだな。なんか花がある人たちというか、あなた自身もそういう人なのかな。なんかおしゃれでみたいな、なんか美しさとかかっこよさがあってみたいな、そういうものがあるような気がします。美とかアートとかね、そういうお仕事、携わるようなお仕事をされている方はさらに効率アップ、なんかお客様増えるとか、そういう風な感じで出ています。そして人間関係なんですけれども、信頼できる方と、あといまいち何を考えているかわからないなっていう方と、二通りに今週は分かれるような感じがするんですけれども、なんせあなたがとても頼られる存在で、人からなんか一目置かれるような、そういう1週間になるかと思いますので、この人もなんかいまいち何を考えているかわからない人も、あなたへの憧れなどがあるのかなというふうにも思えます。はい、そして今週の金運なんですけれども、一番右上にカードが出ています。今週すごくいいですよ。なんかね2つともこのね情報とか何か新しく入ってくるっていう風なものが出ているので、今週はとにかく金運はあなたに入ってくるっていう風に出ています。そして出ていくとはねなかなか出てないので、今週はかなり黒字傾向かなっていうこと。あと例えばね投資の話とか、なんかいろいろねそういうのが入ってくるかもしれません。それはあなたにとっていい話になるのかなっていうことも出ています。はい、そして赤ちゃん、子宝のことを見ていきます。なんか赤ちゃんはねパパさんのことをすごく心配してる。あれパパさん大丈夫かな、元気かなみたいな感じですごく心配していて、このねこちらのねコウノトリもなんか今ね行きたい気持ち、きちんとねママのところに約束したから行きたいっていう気持ちあるんですけれども、今ね山とね
棺桶のカードにこう挟まれている状態で、ちょっと今ねこう動きにくいっていうふうに言ってるんですよね。でも約束は必ず守ってママのところに行きたいって言ってるので、ここはね少し時間があともう少しかかるかな、かけていいかなっていう感じです。ご主人も今週はねようやく元気になってくるのかなっていうことで、こう赤ちゃんとすごく両思い的な感じがいたします。なので赤ちゃんからするとパパはよし OK みたいな、大丈夫みたいな形になって、あとはママさんの方に行くからねっていうこのもう少し時間がかかるんだっていうことを言ってるような気がするので、なんとなくねこの3番の方は男の子っていうイメージがあるんですけれども、なんか今度はこうあなたのところ3番のママさんのところに来てくれたら、こうきちんとこう育っていく、お腹の中でも育っていく、そういう感じがして、今なんかね赤ちゃんがこうちょっと冷えですかね、なんか冷えっていうものを感じているような気がするので、これだけね暑い日の中でもできるだけ温かいものとかお風呂とかそういうもので温活というのをおすすめしたいなっていう感じです。はい、じゃあ今から月火水木金土日でタロットとルーン文字と一緒にカードを出していきたいと思います。はい、3番の方お待たせしております。こちらにルーン文字とあとタロットということで、今からセブンデイズの流れ深掘りしていきたいと思います。まずルーン文字が言っているのが、何かね最近あなたの中でこう劇的にいろいろね変わったことなんかあったのかなっていうことで、でもそこにまだあなたがこうフィットしてないというか、なんかこう居心地があまり良くないようなそういう状態なのかもしれません。でもここにねエオローという仲間とか友情とかお守りっていうカードが出ていて、あなたの人間関係とか、例えばあの人との関係とか、修復ができるから安心してねっていうことを言ってくれています。そしてアドバイスがこれねズバリこれ喜びのカードが出ているので、なんか今ねこうなんかニッチもサッチもいかないみたいなそういう状況の時があるかもしれないんですけれども、あなたにたくさんの喜びが来るから安心してねっていうことをまずは言ってくれています。じゃあね月曜日から土曜日日曜日までの流れなんですけれども、ダイアルカナがね2枚出ています。ラバーズと星が出ていて、コインの9嬉しいカードも出ています。はい、じゃあまずお伝えします。月曜日なんですけれども、家とラバーズが出ていて、家デート、なんかこう将来のこととかなんかね話したり出たり、告白とかされたりあったりするかもしれません。素敵なデートがね月曜日できるのかな。片思いの方とかはこうあの人と会話が盛り上がるとかね、そういう可能性もあるし、出会いを求めている方はとても家庭的な人と、とてもお話上手な人、もしかしたら双子座とかかもしれないんですけれども、そういうご縁があるよっていうふうに言っています。そして火曜日なんですけれども、あの人のカードとカップの8が出ていて、なんかあの人が今日は一人でいたいのかなっていう感じがするんです。でもしくはなんか一人が寂しいって言ってるかもしれないから、これはあの人の状況とかを見ながらこう臨機応変に押した方がいいか引いた方がいいかっていうのを見ていただきたいなって感じです。どっちにしても
今日火曜日というのはあの人が何を望んでいるんだろうっていうことで、あなたがあの人の心に寄り添ってあげたら大丈夫かと思います。そして水曜日なんですけれども、はい、とても素敵なカードが出ています。なんかよくね、ここまでね頑張ってきたよねみたいなことをカードが言っていて、そのご褒美、それがね水曜日に来るというふうに出ていますので、連絡なのか金銭的なものなのか愛情なのか、嬉しいことが水曜日起こるようです。そして木曜日なんですけれども、これね一旦止まっていた連絡、あなたがずっと待ってたんだけれども止まっていたことが再び動き出す、そういう風に出てるので、復縁の方とかなんかね、今日みたいな感じで嬉しい、そういうね連絡吉報があの人から来る可能性もあります。そして金曜日、本と星が出ているので、なんかあなた自身が勉強とか頑張りたいなとか、もうちょっと自分の資格とか強くしたいとかね、そういう感じでなんか新たに勉強資格、そういうものを頑張っていきたいっていう、そういう感じに見えます。この学校に行きたい、この会社に就職したいとか、なんかそういうものも叶う可能性が高いということ。そして土曜日が船となんかねソードの5が出ているので、ご旅行、特にここ土日なんですよね。ここソードの6と言って、これも船のカードなんですよね。でネズミのカードとソードの5がここ一緒に出てるので、週末ご旅行に行かれる方はとにかくいろいろなプランを立てて時間に余裕があった方がいいかなと。そして、食中毒なんかも気をつけて過ごしてくださいね。かなりなんかね忙しく土日がなるような気がするので、時間に余裕を持ちながら、ご旅行も含めて、そして今後旅行は行かないよっていう方は、どこかお出かけとか遠出とかする時も時間に余裕を持ってということをお伝えしたいです。じゃあ最後にこちらのカードであなたへのアドバイス見ていきましょう。はい、出たカードがこちら、グロウス。はい、このカードが出ています。なんかね、お母さんユニコーンが子供ユニコーンをね見守っているような、そういう感じで、はい、カードからのメッセージなんですけれども、あなたはやればできるよって、あなたのことをしっかりと見守ってくれている人がいます。なのでその人の愛の力で、その人はご両親かもしれないし、あなたの恋人かもしれないし、あなたのご主人奥さんかもしれない。とにかくね、あなたのことを強い愛で守ってくれている人がいます。なので安心してあなたはやりたいことをやってください。はい、こういうメッセージが降りてきました。これが3番の方への1週間の流れです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。